おはようございます。音声の確認をしますのでお待ちください。音声の確認ができましたので、これからライブ配信を始めます。よろしくお願いします。はい、ではまずは、ライブ配信の説明から始めます。はい、早速集まってくださりありがとうございます。コメントもありがとうございます。おはようございます。5月20日月曜日6時半から7時ということでライブ配信を始めようと思います。このライブ配信は平日不定期6時半から7時までの間に、一つ模様を決めまして淡々と私はただただ差し子をしているというライブ配信になります。模様名や糸の番号なんかは概要欄に、書いてありますのでそちらを参考にしてください。はい、一緒に差し子をしながら、または飲み物を飲みながら、または朝の時間ですので、お支度中のながらみなどご活用していただければと思います。はい、おはようございます。ありがとうございます。はい、今進んでいるのは、こちらの差し子付近になります。直線部分をひたすら差し子している状況が続いています。このフェースでいくと、もし今週中も何回かライブ配信をすることができるならば、順調にいけば今週中にこの直線が終わるのではないかなと思っています。はい、糸が絡まっていますので少しお待ちください。この差し子付近はライブ配信中にしか刺していませんので、はい、リアルな進捗状況がこのライブ配信を見ていただくと分かるのではないかなと思います。はい、私も時々飲み物を飲みながら進めていこうと思いますので、皆様もごゆるりとご参加いただければと思います。はい、では今日のお刺し子はここからこの向きに始めていこうと思います。
はようございます。コメントをありがとうございます。小持しっぽ、はい、差し終わりましたとのことで、これはですね、私はだいぶ追い抜かれてしまいました。はい、お疲れ様です。そしてありがとうございます。私は、まだ途中でございます。円の小さな円の部分ですね、小持しっぽの方の、収録動画の方で、先週配信した確か4回目の動画だったかと思うのですが、小さい円の部分を差し越しているその制作過程の動画を投稿したんですけれども、あの動画の後に、あの動画では2つですね、2つ小さな円を差し終わったところまで撮ったんですけれども、そこからいくつか差し込ましたんですけれども、大体半分ぐらいですかね。はい、ですのでまだ先がもうちょっとあるかなっていう感じですので、私も早く追いつけるようにしたいと思います。その小さい円の部分がある程度終わって完成しましたっていうところになったら、小持しっぽの最後の動画ですね、多分5回で最後になるのかなと思うんですけれども、そちらの動画を撮ってまとめ的な話ができればいいなと思っています。そっか、そろそろ収録動画のお話をこの流れでしますけれども、そうなると次でね終わりますので、そろそろ次の動画ね、その次の動画の模様ですね、それをね決めなきゃいけないんですけれども、私としてはですね、そうですね、確定ではない私が頭の中でぼんやり思ってることだけ話をすると、何でしたっけね、朝の葉ね、いやまた朝の葉かってなるんですけど、朝の葉の多分ですけど、朝の葉私一回一通り差し終わりまで投稿はしたことあるんですけれども、また、あの時はさらしとさらしの間に糸を通さない刺し方で一通り投稿したんですけど、今度はあの時の模様よりは麻の葉のバランスをもうちょっと大きくした模様で、太めの糸でもうちょっと針目の間隔をザクザクと大きめの、今度はさらしとさらしの間に糸を通す
一般的な方法で差し越した朝の葉は多分投稿したことがないなと思ったので、そっちを久しぶりに私もやろうかなっていうふうには、なんかただ刺したいなって思ってたんで、それをまあ動画に流れを取るのもいいかなってぼんやり思ってはいたのですけれども、本当にそうするかはまだ検討中ということですね。まあそれか刺し子の基本に載っているその次の模様ですね、それになるかなのどっちかかななんてぼんやり思っています。ライブ配信はね、リアルタイムの情報っていう情報ではないですけども、まあお伝えできるので、まあ時々こう収録動画のね、こんな風にしようかなみたいな話も時々出てきます。はい、私のこけしの図案ですね。それもね前に投稿したことがあるのでありがとうございます。今のが終わったら、はい、図案書きに挑戦ということで、そうですね。今刺し子の基本の方で一つずつ順番にやってるみたいな動画を投稿してるんですけど、初めて初めて描く模様で、なんか曲線の模様は特に私はなんか頭悩ませちゃうなみたいな。そうですね。だから直線でもうほんと規則性のある単調なものだったらいいですよね。直線だけで構成されて斜めもない、例えばっていうならばあれですよね。私がよく好きなのはマス刺しですよね。あれは、このこう四角に対して全部こう縦か横かだけで模様が埋まっていくので、それでしかもこう単調な規則性のある線の描き方になるので、その選び方によってですかね。正方形に対して縦と横だけで成り立つものだったらまだそこまではっていう感じだけれども、例えば朝の葉で言うと斜めも入ってきますよね。そういう風になるとだからそこら辺が複雑になればなるほど難しいなって思ったりもしますね。ちょっとマス出し以外で単調なのが思い浮かばないなでもはい、その模様の選び方で縦と横で構成されるものだったらまだいいかなと思うんですけど、斜めそして曲線、その辺りがどんどん入ってくるものだとなかなか難しいなって思ったりはしています。さっきの収録動画の話の方でね、朝の葉の大きめの模様にするかどうするかなんてね言ったんですけれども、そうじゃなかったらこちらのね刺し子の基本の方の模様になるんですけれども、ちょっとこう中身が中身はちょっと見せられないというかね、
どこまでお見せできるかわかんないので、私表紙しか画面上には出さないですけれども、次になると子持ち尻尾の次はカゴメになるんですけど、カゴメは私刺したことがあるので、その次になると俵尻尾になりますね。はい。だからもしいずれ多分この刺し子の基本の模様は全制覇したいと思ってるので、次の動画になるかわからないですけれども、もし刺し子の基本から選ぶとするならば俵尻尾になるかと思います。はい、こちらのね、持っている方はこちらの中を参照していただければと思います。まあでもこの俵尻尾も刺すとすると初めて描く模様になりますので、またこれもちょっと頭悩ませながらですね、一回紙に書いて、私こういうふうにいつも言ってるんですけど、一回紙に書いてなんとなく練習と、あとは配置のバランスいいかなみたいなものをじっくりその書いた紙を眺めて確認しながら、ああこれでいいなって思ったら刺し子じゃないや、さらしに移していくっていう流れになるのではないかなと思います。麻の葉の大きめは何センチくらいのですかっていうことですね。じゃあね、ちょっとね、図案の紙を工作用紙の紙を持ってきますので、ちょっとねお待ちくださいね。しばしごゆるりとお過ごしください。隣の部屋から工作用紙に書いた麻の葉の模様を持ってきますので。お待たせいたしました。少々お待ちください。どこのあれで何センチと言えばいいかなと今ちょっと麻の葉の模様を眺めています。はいわかりました。工作用紙こちらになりますね。で麻の葉の模様をこれを一つとするときに、これ大きめ、これを一つの模様とすると、ここを中心としてここの長さが4センチになります。これが私大きめって言ってるもので、小さめっていう方になるとここの長さが3センチになります。これですね。ここ3センチ。その違いですね。はい。なのでその小さめの方では刺したことあるんですけど、こっち刺したことはあるというか収録動画の方で投稿したことはあると思うんですけれども、4センチの方では確かなかったと思います。でも万が一あったら過去に投稿したことあるんだっていうの分かったら多分それは刺さないと思うんですけど、私の記憶の中ではないので、そっちを刺してみるのもいいかなとか、そのあたりを今考え中でございます。
ぜひぜひ、はい、やってみてください。はい、今糸を切りましたので、ここでね裏で切りました。で次ははい、またここからね始めていこうかな。まず糸を切ります。今端を探しています。少々お待ちください。はい、糸を通しましたので、ここからですねまた始めていこうと思います。そうですよね、刺し子のペースね。
早いですよね。私も特に子持ち尻尾ですね、追いつけるように今日も時間が取れたらいいなと、そちらの方のね差し子をする時間が取れればいいなと思っています。ああ、そうだ、隣が一個抜けちゃったな。ちょっと隣の一個抜けたところもついでに刺しちゃおうかな。
指し始めだったので、こちらに集中しておりました。ありがとうございます。寄せ模様の動画ですね。過去に前にこういう寄せ模様を刺したことがあるんですっていう動画を投稿したことがありますので、そちらの動画の方に触れてくださいましてありがとうございます。その時その時でこういう刺し子をしたいっていうね、波がありますのでね、寄せ模様を一生懸命やってた時期もありますしね、巾着を作った時期もありますしね、みたいなことがあって、そういうのやってきた中で、今こういうのが好きだなみたいなのをね、その都度動画にしている感じです。はい、失礼しました。集中をしていたらですね、とっくに7時を過ぎていたということにね、気づきました。はい、では今日刺したところを見ていただきますね。はい、広げてみます。はい、今糸がここから出ておりますので、ここのね部分を何列か差し越しまして、今ここに糸があって、で次回のライブ配信からはこの続きをこの向きに沿って差し越していく感じになります。だんだんとですね、今縦のラインで刺し子が残っているのはここの端と反対の端っこということでですね、だんだんこうそうですね、どうだったかな、最初真ん中あたりからこういって、で気分を変えてこっち行ったっていう感じだったかな。はい、とにかくこの差し越している部分の方の面積が広くなってきて、特にこっちなんかはねだんだん狭くなってきたっていうのがこうライブ配信を見ていただくとじっくりこのね移り変わりがわかるっていう感じになります。はい、まずは今日のねライブ配信はここまでにしたいと思います。そして今日のライブ配信の動画は一旦確認をしまして、アーカイブの方は明日の朝7時から配信になります。それまでに私もこのアーカイブが公開できるように準備をしておこうと思います。で、次回のライブ配信は目安としましては前日のそのライブ配信をする前日の夜にスケジュール設定がされていればライブ配信があるなっていうふうに思っていただければと思います。私としてはライブ直線部分の面積がね、先ほども言いましたようにね、進んできましたので、できれば今週中にこの直線部分がまずはね終わって斜めに入りたいなみたいなことは考えております。できるだけやりたいなっていう気持ちではいますっていうことだけお伝えさせていただきます。はい。ありがとうございます。過去の動画の方もね、こけしの方の動画ですね。こけしの模様をイメージした模様を図案を書いて、差し子する流れを投稿した動画もありますので、そちらにも触れてくださりありがとうございます。はい、ということで今日はこの辺にしようと思います。リアルで見ていただきありがとうございます。そしてアーカイブの方でも見ていただきありがとうございます。はい、では失礼いたします。